どんだけ合うねこれからのうまいなあ。どうもどうも恒例の小芝居でございます。これはもう間違いない。ビールもご飯も間違いない。今日はこの最高な名古屋おうち違う何でしたっけ。今日はこの最高の名古屋風おつまみ鶏手羽、これご紹介したいと思います。最後まで見てね。では料理を始めていきたいと思います。やはり名古屋の手羽先というと鶏の手羽先ですよね。皆さん使われると思うんですけど、僕が今回使うのはこちらなんです。見えます？これちっちゃい骨とお肉がついてます。これは手羽中。これ手羽中って日本で一つなんですよね。これを半分に割ったもの、結構スーパー、どこのスーパーでも置いてると思うんですよ。これ手羽中半割りとか書いてたり、ミニスティックとか書いてたりすると思うんですけど、ものすごく使いやすいです。で、僕今回この半割れの手羽中を使いたいと思います。お塩軽く下味つけます。軽くちょっと飲み込んでください。こんなにまぶしていきます。もう簡単な下味でいいです。こちら今回使うのは、小麦粉、薄力粉ですね。揚げ物の時に片栗粉か小麦粉かっていう話で皆さん迷われると思うんですが、今回は美味しい、揚げた後美味しいタレに漬け込みます。その場合は小麦粉の方がいいですね。こんがりと揚がったこの衣にしっかりとタレが絡んでくれます。これなぜこの手羽中の半割りがいいのかというと、手羽先独特の形状、あれね、うまく火を通していくのが難しいんですよね、実は。しかもかなりの面積を1本で取るので、同時に何本も揚げづらいんですよ。だから何回か3回とか4回に分けて揚げたり、焼いたりしないとダメなんです。まずこの半割りミニスティックの方が調理しやすいというのがありますね。ではこのまま揚げていきたいと思います。フライパンで焼いていただいてもいいんですけど、やはり揚げた方が本場の食感とかタレの染み込む感じって出やすくなると思います。これ便利なのがフライパンね、油の高さも1センチ2センチぐらいあれば十分揚げれるんですよね。そういう意味でも揚げやすい、調理しやすいんです。これがまず便利。これ油の温度を皆さん迷われると思うんですけど、全然一番確実な方法はもういい感じでしょ。これで確認するのが一番です。もう大丈夫だわ。どんどん第2陣3陣どんどんいこうね。ほら、もうこのミニスティックが頭が出るぐらいの油の量で十分美味しく揚げれます。でも一気に入れてください。全部一旦油の温度は下がりますが、温度がその後上がっていく最中でこんがりして中も火が通ります。では今からタレを作っていきます。もうほったらかしにしてください。あんまり触ると衣が剥がれたりするので、ほったらかしで鍋を用意して、お醤油、お酒、お水、
みりん、お砂糖、いわゆる甘辛い味、ここにニンニクのすりおろしを入れてパンチを効かせます。これですね。で加熱します。これがグツグツになるので煮立ててください。いい感じになってきました、ね、では火を切りましても、こちらタレがグツグツになってます。ここに取り込んでいきます。このミニスティックのいいのが、揚げ時間が早いというのと、揚げやすいんですよね。火が入ったかなっていう不安、それがない。170から80度、中温の油で4、5分揚げました、こんがりを。これを、このタレに漬け込みます。しっかり絡めて、そして左にしっかり油を切った後も直接ここに入れていきます。洗い物が少なく済みますよね、揚げバットがなくて。お鍋でもう1個加熱するのがめんどくさい方は、ボウルにタレを入れてレンジ加熱した後にこの手羽中を絡めたらいいと。はい、これはもう香りがたまらんですね。しっかり絡める。揚げたてを入れるとよりこのタレを吸っていきます。だから揚げたてを絡めるというのこれ大事ですね。しっかりと OK。 今順々吸っていってますよ。これで見てもタレがほらほとんどなくなるぐらいしっかり絡んでるんですよ。これが大事。ここでタレが多すぎるとちょっとしょっぱくなってしまうので、これぐらいのタレで十分なんですよね。やっぱりこれはこのミニスティックすごくいい。まずお値段が安い、揚げやすい、調理しやすい、そしてこの味が染みやすい。いいこと尽くしですよ、これはね。揚げる時間もそんなに気にしなくていい。 OK、 しっかり絡みました。では仕上げていきましょうか。仕上げにこのすりごまを絡めてタレもしっかり吸わせた後に混ぜます。これさらに香ばしくやっぱり胡椒が効かせるんですよね。これお子さんは多分苦手だと思うので、大人だけたっぷりのすりごまと胡椒、このスパイシーさが大好きです。いい香りだな。いやちょっと骨が出たとことかいいね。好んで追いすりごまに胡椒。きた。僕好きなのはどっかとキャベツを添えてレモン。はい、これで名古屋風おつまみ鶏手羽の完成です。ビールだね。うまっ。